おはようございます。たかしです。本日は3月28日火曜日、ただいま7時50分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは日足からです。現在日足は緑の三角持ち合いの中で動いてまして、その先端付近に来ております。ここのところの動きを見ていてもわかりますが、上髭、下髭をかなり頻繁に出しておりますよね。この下髭、この上髭、そして金曜日大きく下落して、その陰線実体が大きめにあったんですが、それを覆す陽線が昨日は出てきておりますので、かなりわかりにくい動きだなっていうことがこれでもわかります。現在は日足単位では三角持ち合い先端に来てますので、一旦はノートレードですね。先端に来ますとさらに分かりにくい動きになりますので、この中でのトレードっていうのは難しくなってきてます。ただ、値幅的には結構ありますので、買い足でトレードする分にはできると思いますが、基本的には方向感のない動きをしますので、上がったり下がったりと分かりにくい動きになりがちです。ですので、トレードする場合も自分の得意な形になった時にトレードしないと、今強く上昇しているからそれについていこうとか、大きく下落したからまだ下落が続くだろうとか、そういう安易な考えで乗っていくと逆向きに大きく振らされますので、その辺には注意ですね。日足ではインジケーターは方向感がありません。GMMA も方向感がありませんので、行ったり来たりということを現在は繰り返しておりますので、昨日大きな陽線が出たから本日も陽線でこの三角持ち合い上抜けすると考えるのは安易だとは思います。ですので、本日はもしかすると昨日と同じサイズの大きな陰線が出る可能性も考えておくのが良さそうです。では4時間足です。4時間足ではオレンジの平行チャンネルを描いてます。そのチャンネル下限からの反発、金曜日に一度反発してきてまして、その流れを引き継いだ形ですね、昨日は。現在はその平行チャンネルのセンターライン、ここに赤い点線がありますが、その付近で止まっております。ここっていうのは1時間足の目線切り替えポイントとも考えているポイントですね、ここ。直近、ちょっとわかりにくいんですが、直近の戻り高値をつけているんですね。ここですね。ですので、今ここが 161.848 という紫の点線を引いてますが、そこでちょうどぴったりと今は上値を抑えられている状態。ここを本日突破できるかどうかですね。日足の三角持ち合いの上限、この辺、今水色のこの切り下げラインを引いてますが、これと同じところに三角持ち合いの上限がありますので、まずはこの辺を目指して上昇する可能性がありますね。ただ、その前にこの平行チャンネルのセンターラインを上抜けられるかどうかっていうところがポイントですので、まずはここ 161.8 付近を明確に上抜けられるかどうかっていうところに本日は注目。そこを上抜ければ、まずは水色のこの切り下げラインの上限ぐらい、そこを上抜けたらさらにオレンジの平行チャンネルの上限ぐらいを目指すと考える。ただし 161.8 付近のここ現在地を明確に上抜けられないのであれば、再び下落してきて、この平行チャンネルの下限を目指すと考えます。今、ストキャスティクスは高値圏からデッドクロス仕掛けてますので、本日は上値は重くなると思います。では1時間足です。1時間足ここの下落を見ていただきたいんですが、3月23日木曜日から金曜日にかけての下落ですね。ここ結構分かりにくい動きをしているのが分かります。小さくトレンドはつけてるんですが、明確なトレンドをつけずに下げてきているんですよね。ですので、この逆側の上昇っていうのも同じように分かりにくい動きでの上昇になってきております。昨日は夕方に一度大きめ陽線、大きめ陰線が出て、そこから1時間足の GMMA にサポートされるような動きになってからの上昇になってきてますね。ですので本日下落してきても1時間足の GMMA が今もうすぐ追いついてくるんですが、そこに接触するようなところでは再び上昇していくのかなという、そんな印象も持てます。ただ直近の高値で止められてます。161.8 付近で止められてますので、ここを上抜けるかどうかは分かりませんので、もし1時間足の GMMA でサポートされて上昇しても、昨日の高値のところでダブルトップをつけて下落するという可能性もありますので、その辺に注目ですね。まずは先ほどから言ってますが、この紫の点線 161.848 を上抜けるかどうかというところで、上抜ければそこからの押し目買い、上抜けられなければそこからの戻り売りというところで考えていくのがいいんじゃないでしょうか。基本的には昨日のこの上昇の流れを引き継ぎますので、一旦下落したところ、1時間足の GMMA にサポートされるようなところでは押し目買い、1時間足の GMMA を下抜ければ、そこからはオレンジの平行チャンネル下限を目指して下落するような動きになる可能性を考えておきたいです。
それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら応援をお願いします。皆さんの応援がより多くの初心者の方へこの動画をお届けすることにつながります。そして最後にお知らせです。YouTube のメンバーシップでは初心者の方向けの丁寧な解説動画を毎週1本更新しています。トレードの基礎が学べるメンバーシップにご興味があれば一度お試しください。また初心者ではないけど安定して勝てないという方はポストプライムでのプライム会員をお勧めしています。こちらは YouTube のメンバーシップと違って2週間の無料期間があります。プライム会員価格は徐々に値上げを予定してますので、少しでも気になる方はお早めの行動がお得です。今登録すれば値上げ後も今の価格が適用されます。ぜひ無料期間を有効にご活用ください。URL は概要欄にあります。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。まずは一度目を通してみてください。きっとスキルアップのお役に立てると思います。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。また、インジケーターを使ったエントリー手法のテキスト販売を始めました。こちらは初心者から中級者向けですが、初心者の方向けの初級編もご用意しています。勝つための聖杯なんてありません。だからこそ地味にコツコツとスキルを積み上げていくものです。このテキストはそんな方のお力になれると信じています。せっかく FX を始めたのですから、明るい未来を夢見て頑張りましょう。